こんにちは、モネです。今日は私が勉強するときに使っている道具を紹介していきます。私は使うものでモチベーションが変化するタイプなので、使うものにはこだわりを持つようにしています。モチベーションがなかなか上がらないという人は、まず使うものから入ってみるのもおすすめです。今日は私の愛用品がたくさん出てきますが、よかったら皆さんのお気に入りアイテムもコメントで教えてください。動画を見てて気になったポイントや質問はぜひ聞いてみてください。結構早くお返事できるかと思います。それでは今日も楽しい手帳時間いってみましょう。勉強する上でモチベーションってめっちゃ大事ですよね。モチベーションを上げる方法はいつもと違う環境で勉強するとか、計画を立ててみるとか、ご褒美を用意するとか、いろいろあると思うんですが、私の場合は学生の頃から使うものが一番のモチベーションにつながりました。自分のテンションが上がるものを持っていると何がいいかって、その道具を使う時間がまず楽しみになります。そしてお気に入りのものにやっぱりもっと触れたくなるので、使う時間が長くなっていきます。そんな感じで私は自分なりに勉強時間を楽しんできました。学生の頃は筆箱の中身のアイテムとノートが基本でしたが、大人になってからは勉強に取り組む時のお役立ちアイテムも増えました。今日の動画では使っている文房具はもちろん、取り入れているお役立ちアイテムも紹介していきます。それでは勉強の時に使っている、愛用しているペンから紹介していきます。使っているペンは基本3種類。黒のペンはペンテルのハイブリッド K105GA っていうものを使っています。もうこのペンとの付き合いはすごく長くて、多分どんな文房具よりも長いと思います。学生の頃からなので10年以上ですね。付き合ってる彼が今10年目なので、彼よりも長い付き合いになってます。会心のストックもバッチリです。このペンはインクの出方がちょうどいいのと、あえてスラスラ書けないっていうところが好きです。スラスラ書けないって言ってもすごいガタガタするとかそういう感じではありません。水性ボールペンって聞くと滑るような滑らかに書けると思うんですけど、摩擦がないっていうんですかね。だけどこのハイブリッドの場合はちょっと滑らかさに加減がされてるというか、なんて言うんだろう、私字書いてるっていう気持ちにさせてくれる程よい抵抗感があります。この抵抗感が文字の止めとか跳ねとか払いとか、そういったものをきれいに表現してくれます。なんかこのペンで書いてると自分の字が上手くなった気になるんですよね。この書き心地が私のモチベーションを上げてくれています。そして赤ペンは無印良品さんの詰め替えるペンのノック式を使っています。これめちゃくちゃ安くて、本体が30円なんですよ。もう駄菓子屋かっていうくらい安くて、返しも60円と良心的です。赤のペンは黒のペンより出番が圧倒的に少ないので、黒ペンがキャップ式なので、赤ペンは片ペンで片ペンって何？違う赤ペンは片手でペン先がね出し入れできるノック式にしました。無印良品さんの商品はどれもテンション上がりますよね。シンプルで長く使えるデザインで、無印良品さんのファンが多いのもうなずけますよね。そしてマーカーはマイルドライナーを使っています。ここだけの話、使っている色はグレーばっかりですね。あとの色はなんだかんだで全然使ってません。もう次からはグレーだけ買うようにしようと思っています。結構このグレーは見出しなんかでよく使っています。ノートを書くときは色数を少なくしています。基本色の黒にプラス1色っていう感じでノートを作っています。あまり色を使いすぎてしまうと、どこが大切なのか全く分かんなくなるのでね。ペン以外の文房具ではフィルム付箋がテンション上がります。私はセリアで購入したこちらのフィルム付箋を使っています。この矢印付箋は
こう後々見返す必要があるところに貼っています。ちょっとねたまたま見つけちゃったこのお化けの付箋はノートを取りながらちょっと理解が浅かったなっていうところだったりとか、ここもう一回見返した方がいいよみたいな時にペタッと貼ってます。ノートはねあんまり色を使わないっていうお話をしたんですけど、本当にシンプルなのでこういうワンポイントになる付箋はテンション上がります。あとね半透明が大好きなのでフィルムっていうところも最高です。あとはマステもよく使っています。主に使っているのは MT さんの無地マステと人物や動物のイラストがアイコンになったようなマステを使っています。 MT さんの無地マステは見出しに使うことも多いです。オンラインの講座とか授業のように受けるときはシャーペンで見出しのタイトルを薄く書いておいて、後でわざわざマステを貼って作るほどです。変にね色で目立たせようとするよりもよっぽど見出しっぽくなるのでおすすめです。そして人物や動物のイラストのものは目立たせたいポイントに使っています。ノートはね見返すためにあると思うので、重要なところはやっぱパッと見て分かった方がいいですよね。そんな時に色以外で目立たせるのにイラストマステは使います。こんな風に吹き出しにするとかなり目立ちます。簡単にねノートを華やかにしてくれるので見返すのも楽しくなり、私の大好きなアイテムです。そして勉強に使っているノートはこちらを使っています。透明のシステム手帳に黒い表紙やインデックスを作って挟んでいます。自分好みのノートはどんな時もねやっぱり開きたくなるものなので大切です。学生の頃から私はノートよりルーズリーフ派だったんですけど、勉強にはバインダータイプがやっぱりおすすめです。いろんな科目のものを一冊にまとめられるし、使わないものはお家に保管できる。ノートを書き終わった後でも追加でページを差し込めるので、関連したことはまとめて並び替えることもできます。このシステム手帳のセットアップ方法は別の動画にしてあるので、気になる方はそちらの動画をご覧ください。そしてルーズリーフはライフのものを使っています。ほんと書き心地が滑らかでテンション上がります。値段はちょっとね普通のルーズリーフより高いんですけどね。ルーズリーフ100枚が800円なので結構ね高価ですよね。最近ねいいもので長く使えるものを意識して買うようになりました。いいものを使うようになってから普段いかに自分が無駄遣いをしてたかすごい痛感します。本当は使わないのに安いっていう理由だけで買ってしまってたものが減ったりとか、私やっぱいいものを使ってると自分をねねぎらってるなっていう気持ちがしてすごく良きです。そして文房具以外でも勉強に欠かせない道具がこちらです。タイマーとブックスタンド。こちらはダルトンのキッチンタイマーです。キッチンタイマーですがポモドーロ用にも使っています。勉強専用のね学習タイマーはいろんな企業さんが出しています。テストまでの日数をカウントダウンしてくれるものや、図書館などの人がいるとこでも使えるように音が出ないで光で知らせてくれるものとか、ほんとかゆいところに手が届くようなものもあります。ですが私はこのレトロなタイマーを選びました。もう見た目の可愛さが一番の決め手です。スチールならではのちょっとした重い感じとか、タイマーをセットする時のちょっとひと手間だったりとか、あえて正確じゃないアナログの感じとか温かみがあってやっぱり愛着が湧きますね。そしてゼンマイ式なので電池いらずなのもポイント高いです。そしてもう一つがブックスタンド。 Amazon でもベストセラーマークがついているほど人気の商品です。これは勉強以外でも重宝しています。木製のしっかりしたブックスタンドで厚い本を立てかけてもぐらつくことなく安心して使えます。傾きも6段階変えられて畳めるので場所も取りません。前に持ってたブックスタンドがプラスチック製のものだったんですけど、ページをめくろうとして力を入れた時にバキッと割れちゃったので、この木製のどっしりとした感じは安心して使える私のお気に入りになっています。今
今日の動画では私が勉強する時に使っている愛用品を紹介しました。モチベーションは使うものから上げていくことができるので、自分のお気に入りのものをぜひ探してみてください。よかったら皆さんのお気に入りアイテムもコメントで教えてください。今日の動画が参考になったよっていう方や、楽しかったよ、応援してるよなんていう方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。今日も最後までお付き合いありがとうございました。それではまた来週金曜日にお会いしましょう。モネでした。